Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。皆さん中学生や高校生は可愛くて甘い恋をしているイメージはありませんか？違います。現実は理想とは違うんですよ。もう恋愛関係がすごい複雑でとっても気まずいです。今日はそんなリアルな様子を僕の妹のエピソードを使って勉強したいと思います。そこで日本のドラマを見ていたら必ず出てくるめちゃくちゃ使うオノマトペを今日は紹介したいと思います。ではどうぞ。ドロドロ、ドロドロ。ドロドロは液体が溶けて重く流れる様子を表しています。よく雨が降った次の日に土がなんか雨のせいで少し柔らかくなって少し水っぽくなりますよね。あれを泥と言います。だからこの泥のイメージからドロドロはちょっと水っぽいけど完全に液体ではなくて中にちょっとこういう塊とかもある。あんな感じ、ああいう不完全な感じがドロドロです。僕が一番いい例だと思うのは、牛乳を冷蔵庫の中にずっと置いておくとすごい気持ち悪くなりますよね。普通の牛乳みたいに滑らかじゃなくてこう出そうとするとちょっとゆっくり重たそうにドロって出てきますよね。ちょっと牛乳が固まってるんですよね。少しヨーグルトのもう少し柔らかい感じ、ちょっと塊はあるけどでも液体みたいなああいう感じがドロドロです。なんかドロドロの音ももうドロドロの感じがしないですか？このドロドロっていう感じが重い感じとすごい僕の中ではマッチするんですけど、どうですか？他にはスムージーとかは結構ドロドロしてますけど、でもやっぱりドロドロのイメージはちょっと気持ち悪い感じがあるので、お店の人はドロドロで美味しいよとかは言わないです。あとは暑い日にソフトクリームを持ってると少し溶けてきてだんだんドロドロになりますよね。あれもちょっと手が汚れるし少し気持ち悪い感じのイメージがありませんか？こういう風にドロドロはその見た目だけじゃなくてちょっとマイナスなちょっと気持ち悪いイメージもあります。あとよく言われるのは不健康な生活をしていると血液がドロドロになるよっていう風に言われます。もう皆さんはドロドロのイメージがあるので血液がドロドロって聞いた時にちょっと気持ち悪いなって多分思うと思うんですけど、そうならないように野菜をたくさん食べたりしようねっていう話もあります。実はこのドロドロは人間関係にも使われます。すごい複雑で、僕はあの人好きだけど僕の友達も好き、でも僕たちは友達だからみたいな、そういう難しい関係をドロドロの関係ということが多いです。それがドラマだといろいろなことが起きてどんどんドロドロの関係になります。僕の妹もそんなドラマみたいなドロドロの関係があったみたいです。なんかちょっと昔の話で中学生の時の話だったらしいんですけど、最初中学生の時に付き合っていた B 君が同じクラスにいたらしいです。他にも同じクラスによく妹がその B 君と喧嘩したり、何かあった時は相談する優しい A ちゃんっていう女の子がいました。その A ちゃんは普段静かで優しくて、なんかクラスで本を読んでいるようなああいう感じの女の子だったらしいです。で、僕の妹はよく A ちゃんに B 君のことで相談をしたし、実は A ちゃんも昔から好きな男の子がいて、その2人は付き合ってないんですけど、よく僕の妹にその男の子について相談をしていました。ここまでは全然ドロドロしてないですよね。すごいクリーンですよね。でもある日僕の妹はその B 君と別れたいなと思って別れたらしいです。でもまだクラスは一緒だし、その B 君は妹にまだ気持ちがあったので結構妹のところに話しに来たらしいです。でも妹はちょっとみたいな感じで少し拒否をしてたんですけど、なんかその時ぐらいから B 君が妹のところに来るとなんか A ちゃんがちょっとという風に舌打ちをするようになったらしいです。最初妹はあれなんか気のせいかなって思ってたんですけど、毎回 B 君が来ると A ちゃんはという風に舌打ちをしてきたので、これは何かあるなって思ったらしいんですけど、でもまだ2人の仲は悪くないし普通に帰る時も一緒に帰ったりしていたらしいです。ある日一緒にいつも通り帰っていて、いつも通り普通の会話をしてたんですけど、いきなり A ちゃんが妹に
私好きな人がいるんだよねって言ってきました。このねは前の動画で勉強しましたよね。何かを言おうとしているんです。何かを伝えようとしてるんです。A ちゃんは何を伝えようとしているのか。その時妹は普通に誰って聞いたらしいです。そしたら A ちゃんが一言分かってるでしょって言ったらしいです。もう怖い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 。もうやだ、もう帰りたい。もう帰りたい。こんなドロドロなの嫌だ。その時やっぱり妹もちょっと怖いと思って、先に帰るねって言って自転車に乗って帰ろうとしたんですけど、あれ自転車が前に進まないって思って A ちゃんを見たら A ちゃんはしっかり自転車を押さえて、いいな B 君に愛されてて、もう俺の顔がドロドロになりそう。もう怖い。関係がドロドロすぎるし、しかも僕たち普通愛するって言葉を使わないから A ちゃんが B 君を好きな気持ちがすごいわかりますよね。その話を僕が妹に聞いた時にそんなにドロドロな話あるって言ったんですけど、そしたら妹が実は B 君には親友の C 君がいて、 C 君は A ちゃんのことが好きで A ちゃんは B 君のことが好きでってもっとドロドロしてました。最近見たドラマよりも現実の方がもっとドロドロしてました。あとドロドロした関係って必ず恋愛というわけではなくて、なんかプライドの高いお母さんたちの戦いみたいなのもドロドロが使えます。私の子供はすごいいい学校に行ったから、そうなんですね。でも私の子供にはちょっとその学校は簡単すぎるから違うところに行きました。もうやめてくれよ。そういう人間の恨みとか嫉妬とかそういう良くない感情があるとすごいドロドロした関係になりやすいので、そういう時は可愛い人形と遊んでドロドロな関係を作らないような環境を作りましょう。可愛い。皆さんありがとうございました。でサムネイル撮るか。サムネイルはやっぱり学ラン着よっかな。よいしょ。よし、サムネイル。これがね俺の学校のマークもういないけどマジみたいな顔のサムネイルだよね。どうすればいいんだ。もう嫌だ。もうダメ。もう変な顔したくないよ。じゃあまたね。